んにちは、みはるです。やっとですかと言われてしまいそうなんですけれども、なんとかこの髪質についてお話ができる状態まで情報がまとまりましたので、何回かに分けてご紹介していきたいと思います。で、髪の毛っていろんな側面から測ることができるんですね。もう単純にタイプ1は1っていうものではなくて、この髪の毛がどんな毛質なのかっていうのを測るための物差しが下手したら多分10個ぐらいあるんですね。この10個を全部マスターするっていうのはもう本当に専門的に仕事されてる人ぐらいだと思うので、私がご紹介していくのはこのカーリーヘアのヘアケアをしていく上で役立つ物差し4つに分けてご紹介したいなと思ってます。で、今回が1つ目のカーリーヘアタイプご紹介していきたいなと思います。ざっくり分けて4つのカテゴリーに分かれます。1つ目がストレート。癖のタイプなので、あくまでも髪の毛のタイプの一つとして捉えてください。1番がストレート。で、2番がウェーブヘア。英語だとウェービーヘアって言うんですけど、ウェーブの方がピンときやすいのかなと思うので、ウェーブヘアとさせてもらいます。2番がウェーブヘア。で、3番がカーリーヘア。全体をね、まとめてウェーブでやってもカーリーヘアっていう風に呼んでるんですけど、カテゴリーで分けた時は3番がカーリーヘアになります。で、最後4番がコイルヘア。英語だとコイリーヘアっていう風に言われるんですが、コイル、理科の実験とかでよく見たと思いますし、コイル巻きとかも日本でもよく言うので、コイルヘアって言った方がピンときやすいのかなということで、4番コイルヘアっていう風にさせてもらいます。で、この4つカテゴリー分かれるんですけど、1番は直毛ストレートなので、今回は説明からは外させてもらいます。で、この2、3、4番の番号の中からさらに ABC で分かれています。今回は 2A から 4C まで一つずつご紹介していきたいなというふうに思います。まず2番から4番までのタイプによってどういう違いがあるのかっていうのを簡単にまずお伝えしたいと思います。一番大きな違いは、見た目ですね。癖の強さの度合いが2番から4番に行くほど強くなるっていうのがまず一つあります。で、2つ目は髪の毛の乾燥の具合ですね。髪の毛が直毛なのから癖がどんどん強くなることで、毛根からスタートしてこの寄り道が多ければ多いほど、癖が強くなれば強くなるほど、頭皮で分泌される皮脂が髪の毛の毛先にまで行き届かなくなります。だから乾燥するんですね、癖毛って。直毛だとストーンと真下に行くだけなので、頭皮の油分も行き渡りやすい。ストレートの人って櫛でしっかりブラッシングしましょうっていうのも、頭皮にある油分を毛先まで行き届かせることで健康な状態を維持できるから、髪の毛がどんどん長く伸びていくと。なので頭皮の油分が毛先まで行き届きにくいイコール乾燥しやすい髪の毛っていうことになります。で、最後は2番から4番に行けば行くほど髪の毛自体が切れやすくて脆いというふうにも言われています。髪の毛が伸びてきたりとか毛が長い方だと毛先とかがプチプチ切れたりするっていうこともよくあると思うんですが、それと同じで、栄養分が行き届いてないことで髪の毛が脆くなってプチプチ切れてしまうっていうのも、この2番から4番に行けば行くほどそういう傾向が強くなってくるっていうふうに言われています。ではまず2のカテゴリー、ウェーブヘアからご紹介していきたいと思います。2番はウェーブヘアなので、ウェーブって言ったら波ですね。 S 字カーブであるというのがこのウェーブヘアのカテゴリーの主な形状になります。なのでウェーブヘアイコール S 字と覚えてください。で、まず 2A、 このカテゴリーの髪の毛からご紹介していくと、こちら
この 2A のレベルの方は多分自分がくせ毛だっていう風に気づいてない方もいるケースがあります。髪の毛乾かす時にブローを使って本当に簡単にストレートになっちゃうので、自分がこの S カーブのウェーブヘアだっていうことに気づいてない可能性があるグループの一つになります。で 2A の髪の毛っていうのは細い髪の毛が多くて、今お話しした通り、かろうじて癖がある毛になります。続いて 2B のグループの髪の毛は 2A のタイプより髪の毛が太く、頭頂あたりっていうんですかね、この顔周りぐらいまではもうほぼまっすぐに近いような髪の毛になります。で途中から S 字が出てくるような髪の毛になります。このタイプも 2A に比べたら手間はかかるんですけど、ブローとか使ってやればなんとかまっすぐにしようと思ったらできるタイプになります。で続いて 2C、 この 2C のタイプから、いわゆる縮れ毛ですね、ふわふわっと浮いてくる縮れ毛が目立ち始めるヘアタイプになります。でこの 2C は2のグループの中で一番髪の毛が太くて、根元から S 字がスタートして、で毛先に行けば行くほどこの S 字のカーブがはっきりくっきりしているっていうのがこの 2C のタイプになります。で続きまして3のカテゴリーに入ります。カーリーヘア。この3以上の髪の毛に関しては縮れ毛、嫌なイメージの方が強いかもしれないんですけど、もうこの縮れ毛とは切っても切り離せない関係にあるのがこの3以上のカーリーヘアタイプになります。なのでうまくね、付き合っていけるようになりたいなと私も思っています。でこの3のグループカーリーヘアは2のグループが S 字だったのに比べて渦状に巻いたスパイラルの形状になってきます。ここが2と3の大きな違いです。でまず 3A で 3A はこの根元からゆるいカールが発生します。3のグループの中では一番ツヤがあってツヤが出やすい髪のタイプになってまして、スパイラル状の髪の毛、今日ちょっとちなみに私5日目なので髪の毛ちゃんとしてないんですけど、スパイラル状がないな、ちょっと細いのしかないですけど、この渦の内側がどれぐらいの太さなのかっていうのもカーリーヘアを見極めるメジャーになるので参考にしていただきたいんですけど、太い方のマーキーぐらいがはまるぐらいのがこの 3A のカテゴリーになります。で 3B、 この辺りになってくるとかなりこのスパイラルが強くなってくるんですが、 3B もしっかりですね弾力があるビヨーンって言ったらビヨヨヨヨーンって戻るようなスパイラル状が根元からしっかり生えてるタイプで、この辺りから結構ボリューム出てくると思います。先ほどお話ししたその渦がね綺麗にはまるサイズがだいたいペン、これも油性ペンの細い方って言ったら分かりますかね、あれぐらいの渦状にスパイラルしてる髪の毛がこの 3B のタイプになります。で 3B ぐらいからかなり乾燥が強くなってくる髪質になるので、保湿が欠かせない、定期的なディープコンディショニングだったりっていうのがもう本当に欠かせない、髪のタイプになります。で 3C でこの3の C に関してはさらに強いスパイラル状になっていて、縮れ毛がですね常に発生しているような、髪の毛のタイプになります。でこの渦のサイズが鉛筆ぐらいのサイズから藁ぐらいの太さまで結構幅があるんですけど、もう本当に細かいスパイラルでもこのスパイラルしてるよっていうのが結構しっかりわかる髪のタイプになります。でどんな髪のタイプなのかっていうのがこの 3C あたりからちょっと分かりにくくなるんですけど、これをチェックする方法としてコウォッシュ、コンディショナーで髪の毛を洗うという方法があるんですが、コウォッシュしてスタイリングをしてあげることで実際に自分の髪の毛のタイプどんななのかなっていうのが分かりやすくなります。ぜひこのタイプかなっていう方は、トライしてみてください。続いてタイプ4、コイルヘア。コイルヘアまでになってくると
おそらくアフリカ系の遺伝を持たれた方に多い髪のタイプになります。いわゆるアフロヘアっていう風に言われているカテゴリーがこの4番になります。で、この4番も3つに分かれてるんですけど、3つ全てに共通して言えるところが、もうやっぱり乾燥しててすごく切れやすい。で、根元からこのスパイラルというよりはジグザグのギザギザか、ジグザグというよりもギザギザ状の髪の毛になってきます。ただ髪の毛自体は柔らかい髪質の方から結構硬いしっかりした髪質の方まで幅広くいらっしゃるのも特徴です。4A はややまだこのクリクリが見えるかなぐらいの髪質になります。で、髪の密度がここからすごい高くなってくるんですけど、先ほどお話しした通りスパイラルというよりは S 字に逆に近くなってきます。ギザギザっていうんですかね。このカーブの細さがだいたい耳かきぐらいの細さになってきます。こうくるくるしてるかギザギザしてるかなっていうところの中にスポッとこう入れられるのが耳かきぐらいの細さになります。で、4B もくるくるっていうのがもうほぼなくなってきます。4B になってくると。で、S 字というよりももう Z に近い、もうジグザグです。ジグザグ、もうギザギザ状の髪の毛の形状になって、でもうしっかり髪の毛の密度も高い髪質になります。で、最後 4C に関しては 4B にもうほぼ似てて近いんですけど、4B の髪の毛よりももろくてですね、合わせてこの髪の毛のギザギザジグザグがもう確認できないほどジグザグっていうのがこの 4C になります。で、実際の髪の毛の本当の長さとスタイリングした時の髪の毛の長さの差がめちゃくちゃ大きいっていうのも 4C の特徴になります。はい、2A から 4C まで髪の毛のタイプご紹介していきました。で、以前私の動画でも私のこのカーリーヘアタイプっていうことでご紹介してます。よかったらですね、ぜひそちらも参考にしてもらえたらなと思うんですけど、これを一つ知っておくことで自分の髪の毛のタイプに似た人を見つけて、この人の髪の毛すごい素敵やなっていう人をまず探すっていうのも大事なのかなと思います。カーリーヘアタイプぜひ参考にしていただいて、これからのヘアケアに役立ててもらえたらなと思います。また別の動画でカーリーヘアタイプ以外の髪質についてご紹介していきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。それではまたね。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。